では木工ボンド乾燥しましたので糸をほどいていきます。糸巻いたところに瞬間接着剤、一緒に残ってますんで、これ取っていきます。ボディの形的にやはりエアナイフとかエアブロー、あの辺と少しボディ形状が違うんで、まあどういう風になるか分かんないけど、まあ狙いとしては抜く前提の狙いで、まあ時にはバラ毛をぶら下げないあかん時もあるんですけど、それは一旦無視します。まあ、だったらソリッドでもいいんじゃないのって思うんですけど、そこはね、なんとなくですけどね、こう動く時期だから今の時期ね、今の時期やけどこうタフな状況、そういう時ってすごいなんか中途半端というかね、ぶら下げるでもなく上でバッサー抜くわけでもなく、なんかね中間的なねこうイメージをね今のところ持ってるんです。で基本完全にバラ毛をぶら下げるっていうことをしないで、上張りのね、針からバラ毛が抜けるそのタイミング、その位置、そこをねこううまいこと操作できるもの、釣り方としてはやっぱり上のバラ毛が抜けてるというか、抜いて当たりを出すっていう狙いの浮きなんですけどね。多分ねソリッドのちょっと細いやつとかは真冬の感じを今こう感じてます。ダメなことはないと思うんですけど、いやもう少し動く時の浮き、こう入っていき方とかね、なんかそういうのがね前回のその天神の時にちょっとだいぶ思いました。で僕も天神の時トロ巻きやってたんですけど、まあそう思えばトロ巻きでやってる時も僕はそうなんですけど、馴染み方とかこう魚の具合をこういう馴染み方をさせたら当たりにつながるよねっていうのをやっぱり探してるっていうところに、まあ改めて気がついた。トロ巻きはずっと前からやってたんであんまりそこ強く意識してなかったけど、なんか無意識にそういうことを探ってた。それをなんか改めてこの間の天神で、一緒に行かれた方と話をしてて、改めてこう自分がトロ巻きの浮きの動きをビデオでもう一度見直して浮きの動きを自分で読み解くと、あ、やっぱり入っていく時のイメージをすごく大事にして、そこをなんかこう探ってるなっていう感じをこうビデオを見直して改めて気づきました。多分うどんセットの今のつむじの釣りもそういうところをしっかり見とかないと、ただただ上のバラ毛を抜いて釣るっていう漠然としたことをしてたら多分釣れない。バラ毛の抜ける位置で馴染む速度、これはもう魚の寄ってくる量とかそういうので全部変わってくると思うんですけど、浮きの動きをよく見てどうしたら当たりが出るかっていうのをやっぱ紐解いていくと釣果につながるんじゃないかなというふうに前回の天神で僕はトロ巻きをやってて感じました。はい、瞬間接着剤が取れて、一旦きれいになりました。湿った雑巾でこうきれいに粉を落としておきます。寸法カットをトップが80つけます。ちょっと長い目で一旦切ります。最終的には微調整、長さの微調整をします。足が60でいきたいんで、足も同じですね。少しだけ長い目に
といて、はい、1回だけ瞬間接着剤ボディに塗っときます。これはもう研磨した表面のささくれとかね、そういうのがあったらあかんので1回瞬間接着剤を塗りました。そしたらね、これも足とトップ研磨していきたいと思います。はい、研磨できました。仕上がり感でいうと真ん中で 8.12 やね、先端 7.3 ぐらいです。これに、乳白色の下塗りを1回施します。薄く、塗ってそれから蛍光塗料を塗るんで少し、これより太ると思うんですけれども、狙いの感じでゆっくりテーパーが入っていってる状態ですね。はい、そしたらね、次足を削りたいと思います。ここね、浮きピットが入るところは、残しておきます。それ以外で削ります。はい、1回だけ瞬間接着剤を足に塗っときます。はい、余分な分は取ります。そしたらね、これで、トップ、ボディ、足それぞれですね、瞬間接着剤を1回塗ってます。で、塗装前に、はい、足付けだけしときます。瞬間接着剤ね、うっすら塗ったんですけど、やっぱり多少ガタつきというか段になるところもあるかなと思うんで、最終ね全部チェックをして接合部分大丈夫ですね。はい、大丈夫ですね。それでは足の黒を塗っていきたいと思います。はい、そしたらね、ボディの下塗りの1回目したいと思います。トップに少しかかるぐらいにして、はい、こんなもんでしょうか。はい、1回目塗りました。それではね、下塗り2回目いきます。はい、こんな感じです。それではトップの乳白色を塗っていきたいと思います。乳白色を今1回うっすら塗りました。
はい、それではね密着炉を塗っていきたいと思います。そしたらこれで乾燥を待ちたいと思います。はい、それではね1回目の下塗りをしたいと思います。はい、じゃあ5分ぐらい、はい、置いときたいと思います。はい、それでは2回目の塗りをしたいと思います。文字のところも少し段がまだ若干出てるかなぐらいなんで、そうですね、5分ぐらいもう1回インターバル取って3回目塗りたいと思います。はい、それではね5分ぐらい経ちました。そうですね、段が出てるか出てないかぐらいなんで、最後もう1回塗りたいと思います。しっかりウェットになってるかどうかと、塗ったばっかりなんでね、上のシンナーがまだ抜けてないんで、シンナー抜けると少し下がる。でこの文字のところがその段になってなければ大丈夫なんですけど、3回目しっかり塗れましたんで大丈夫だと思います。はい、それではね完全乾燥を待ちたいと思います。それではね動付けしていきたいと思います。はい、それではね動付けしていきたいと思います。